皆さん、こんにちは。今更聞けないシリーズ、大谷まみこさんってどんな人？のお時間です。今からお話しするのは、大谷翔平選手が人生で最も大切にしている、妻まみこさんの知られざる恋愛ストーリーです。この動画では、時系列順に16個のエピソードをお届けします。驚くことに、この物語は、まみこさんが大谷選手の初デートのお誘いをきっぱり断ったところから始まります。断ったの？はい。それはなぜなのか、そして、なぜそこから愛情へと変わっていったのか、さらになぜ彼女は交際中、誰にもそのチームメイトにさえこのことを知らせず、完璧に秘密を守り通したのか、そのすべてが、実は大谷選手がまみこさんを生涯のパートナーに選び、まみこさんが大谷選手を生涯の伴侶に選んだ理由につながっているんです。では、この二人が出会い、結ばれた運命の物語をたどりましょう。2022年初頭、エピソード1。アスリート用ジムでの運命の出会い。2022年の秋から冬にかけて、大谷翔平選手はメジャーリーグシーズンを終え、オフシーズンに入っていました。一方、まみこさんは富士通レッドウェーブのプロバスケットボール選手として現役バリバリで活躍していました。二人が初めて顔を合わせたのはアスリート専用のトレーニングジムでのこと。同じ高い水準のアスリートたちが集う施設です。まみこさんはバスケットボール選手として体作りのため頻繁にこのジムに通っていました。大谷選手も野球のシーズンオフにフィジカルトレーニングのためこのジムを利用していました。ある日、廊下ですれ違う。また別の日、練習室で一度対面する。最初はお互い顔を見かける程度だったと言います。本当に自然な何気ない出会い、映画やドラマのような劇的なシーンではありません。あ、こんな人がいるんだ。その程度の印象だったかもしれません。エピソード2。大谷選手の第一印象。しかし、ここが重要です。大谷選手の目には、この女性が決定的に違って見えたのです。180センチを超える高身長、清潔感のある立ち振る舞い、アスリートとしての紳士で、ぶれない表情。後に、大谷選手は語ります。彼女は、自分の理想のタイプにぴったり当てはまっていた、と、2022年冬、エピソード3。初めてのアプローチ。そして、大谷選手は決断します。彼女を食事に誘うのです。スーパースターである大谷選手からの誘い、普通の女性なら大喜びするでしょう。ところが、まみこさんの返答は、いいえでした。初デートを断ったのです。なぜ？このノーの理由が、実は、これからのすべてのストーリーを決めるのです。エピソード4。まみこさんの心の中の疑問。初デートの誘いを受けたとき、まみこさんの頭に浮かんだのは、一つの疑問でした。この人は、本気なのだろうか。実は、まみこさんは、非常に誠実で、慎重な女性として知られていました。バスケットボール界では、彼女はいつも誰かのために動く女性として知られていたのです。自分の得点を気にするのではなく、チーム全体の勝利を優先する。仲間が困っていれば、すぐに手を差し伸べる。ベンチにいる選手たちのことも気にかける。そんな彼女だからこそ、相手を選ぶ時も非常に慎重だったのです。エピソード5。大谷選手という存在への警戒。大谷選手は野球の世界では知らない者がいないスーパースター。テレビにも頻繁に登場し、少年漫画の主人公のような経歴。そんな華やかな男性からのぶっきらぼうなお誘いに、まみこさんは警戒を抱きました。この人、本気なのかな？それとも遊びなのかな？チャラい男性は好きじゃないんです。彼女は後にこう語ったと言われています。正直な彼女の直感が一度はノーを突きつけたのです。つまり、このノーは
決して失礼ではなく、相手を真摯に見ようとする姿勢の表れだったのです。2022年冬から2023年初頭、エピソード6。家族への相談。食事の誘いを断った後、まみこさんはご両親に相談したそうです。実は、こんなことがあったんです。と、親はこう知ります。特に娘のことを深く知る、ご両親の直感は鋭いものです。ご両親は、こう助言したと言います。一度、会ってみたらどうか。エピソード7。ご両親の確かな信頼。この何気ない一言が、歴史を変えました。なぜか。ご両親は、娘のまみこさんの本来の姿を、よく理解していたからです。バスケットボールの世界で、まみこさんはいつも誰かのために動く女性として知られていました。つまり、彼女の脳は決して相手を否定したのではなく、相手の本気を見極めようとした、その慎重さの表れだったのです。ご両親は感じたのです。この娘なら、野球界のスーパースターである大谷選手と出会ったとしても、本当に大切にしてくれる相手を見極められるはずだ。逆に、本気の誘いなら、大谷選手の紳士的な対応によって、それが見えるはずだ。ご両親の後押しで、まみこさんは、もう一度、大谷選手に会うことを決めました。2023年初頭、エピソード8。再会への決断。両親の助言から数日後、まみこさんは、再び、大谷選手に会うことにしました。今度は、食事をご一緒することにしたのです。ここで、大谷選手の進化が試されました。エピソード9。大谷選手の対応の完璧さ。実は、大谷選手の対応は、まみこさんの懸念をすべて払拭するほどの丁寧さと紳士的さに満ちていたと言います。相手の気持ちを尊重し、ゆっくりと時間をかけて、相手のことを知ろうとし、押し付けがましさを一切せず、相手の返答を待つ、こうした姿勢が、まみこさんの心に確かな信頼感をもたらしたのです。ああ、この人は、本気なんだ。その時、彼女は気づいたのです。初デートを断った理由が、実は自分の見極めの試験だったことに。そして、大谷選手の紳士的な対応は、その試験に見事に合格したのです。エピソード10。自然な恋愛への発展。その後、二人は何度もジムで顔を合わせるようになります。食事をご一緒する、会話を重ねる、相手を知り、相手に知られていく、このプロセスの中で、二人の関係は自然と恋愛へと深まっていきました。まみこさんは後に、この時期のことを振り返って、大谷選手はとても誠実で紳士的な人でした、と語ったと言われています。2023年初頭から春、エピソード11。秘密の交際開始。ここから、驚くべき秘密主義が始まります。まみこさんと大谷選手は、2023年初頭から4月まで、約3ヶ月間、誰にも、その交際を知らせませんでした。当然ながら、大谷選手のチームメイトですら、知りませんでした。大リーグに関わる記者たちも、知りませんでした。SNS にも、一切のヒントを残しませんでした。なぜ、そこまで秘密にしたのか、その理由が、今、明確に見えてきます。エピソード12。理由1。大谷選手のプライベート保護。一つには、大谷選手のプライベートを守りたい、という思い。スーパースターである大谷選手は、常に世界中から注目を集めています。もし交際を公にすれば、妻となるまみこさんまでがメディアの的になります。写真を撮られ、SNS で分析され、時には批判の対象にもなるかもしれません。まみこさんは、そうした負担をできるだけ遅く、そして最小限にしたいと考えたのです。エピソード13。理由2、まみこさんの現役バスケキャリア保護。もう一つの理由は、彼女自身の現役生活を守ることです。2023年4月まで、まみこさんは
バスケットボール選手として現役で活躍していました。もし交際が知られたら、大谷翔平の彼女というレッテルが貼られ、彼女の実力や努力が軽視されかねません。バスケットボール選手、まみこさんとしての最後の時間を大切にしたかったのです。エピソード14。理由3、ご両親への配慮。そして第3の理由があります。それはご両親への配慮です。まみこさんはすでにご両親に初デートを断ったこと、2度目の出会いを決めたことを相談していました。ご両親の後押しで関係が深まりました。ですが、公表するまではご両親にもその秘密を守ってほしいと願ったのです。なぜなら、一旦公表すればご両親の人生もメディアの注目の対象になるからです。まみこさんの完璧な気遣いは自分と大谷選手だけではなく、ご両親まで守ろうとしていたのです。2023年4月、エピソード15。現役引退会見での真実の告白。そして、2023年4月、まみこさんはバスケットボール選手として現役を引退することを決めました。引退会見では記者からこう聞かれました。引退を決めた理由は？まみこさんはそこで考え込みました。カメラの前でしばらく沈黙します。そしてこう答えたのです。決めた理由ですか？本当に色々あるんですけど、難しいなぁ。その表情は恥ずかしそうに口元を手で覆っていました。ですが、その表情からは確かな幸せが溢れているように見えたと、後にメディアで報じられました。この瞬間、まみこさんの心の中には、大谷選手との未来を見据えた決断があったのです。プロバスケットボール選手としてのキャリアも、将来の可能性も、すべてを手放す覚悟です。それほどまでの決断をさせた大谷選手との関係、それがどれほど深く誠実なものであったかが、この一瞬に凝縮されていたのです。2024年2月、エピソード16。秘密から愛の公式宣言へ。2024年2月、ついに、大谷選手とまみこさんは、インスタグラムで結婚を発表します。それまで、全く情報を明かさなかった2人が、いきなり、公式発表という形で、世界に知らせたのです。大谷選手のインスタグラムには、こう書かれていました。結婚しました。シンプルな一文。ですが、その背後には、秘密を守り通した、完璧な気遣いと、人生を変える覚悟があったのです。2024年10月から2025年11月、ボーナスエピソード。現在進行形の愛&ファミリーファウンデーション。なぜまみこさんが選ばれたのか、最後にまとめます。なぜ大谷選手はまみこさんを生涯のパートナーに選ばれたのか。その理由は彼女の人間性です。バスケットボール選手まみこさんは常に誰かのために動いていました。自分の得点ではなく、チーム全体の勝利を優先していました。ベンチの選手たちのことを気にかけていました。試合に出られない仲間をも心から応援していました。その献身的な姿勢が大谷選手に深い共感と尊敬をもたらしたのです。さらに、まみこさんの秘密を守る気遣いも大谷選手を魅了しました。スーパースターである自分を守り、自分の現役生活も守ろうとする、その完璧な配慮に、大谷選手は、この女性なら、世界中の注目が集中する、メジャーリーグの妻としても、堂々と立てるだろうと感じたのでしょう。現在の幸せな時間。2024年10月、まみこさんは、大谷選手との間に、第一子となる長女を出産しました。また、2025年11月には、夫妻で、翔平大谷ファミリーファンデーション、大谷ファミリー財団を設立します。その財団のロゴには、背番号17の大谷選手シルエットと、まみこさん、長女、そして愛犬デコピン、
家族全員が描かれているのです。SNS では、家族のロー、かわいい、まさに大谷ファミリー、と、世界中から好評の声が上がりました。大谷選手は、インタビューで、家に帰るのが、毎日の楽しみ、と語ったと言われています。プロスポーツの最高峰で、世界的プレッシャーの中にある、大谷選手が、家でそう感じられるのは、妻まみこさんの存在があるからなのでしょう。まとめ。さて、いかがでしたか？大谷翔平選手が妻まみこさんを選んだ理由。それは、初デートをノーと断った、慎重さ、ご両親の後押しを受け入れる、素直さ、秘密を守り続ける、気遣い、人生を変える、覚悟、これらが、すべて組み合わさったものだったのです。初デートを断ったこの女性が、なぜ、やがて大谷選手の妻になったのか。その背景には、単なる、運や偶然ではなく、相手を見極める誠実さと、完璧な気遣いの積み重ねがあったのです。ですが、実は、まみこさんの人生観のすべては、もっと遥か前の中学時代に作られていたのをご存知ですか？小学生の時は空手をしていたこの女性が、なぜバスケットボールに出会い、そこで人生を変える教えを受けたのか。そのすべての始まりは、中学時代のある恩師とのエピソードにあるのです。次の動画では、まみこさんのバスケットボール人生の原点、そしてその人生観を形作った中学時代の奇跡的な出会いについて詳しくお話しします。チャンネル登録と高評価をいただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いします。また、メンバーシップ、日だまりメンバー、三々応援団もよかったら覗いてみてください。様々な特典もご用意しています。詳しくはチャンネルトップのメンバーになるからご覧いただけます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。